霊剣早太郎。昔、信州信濃高禅寺本堂の床下に山犬が5匹の子を産んだ。しばらくは境内で暮らしていたが、子犬の足腰がしっかりしてくると山へ去っていった。ところが置き忘れられたのか戻ってきたのか、一匹だけ境内に取り残された子供がいた。和尚はこの山犬の子に早太郎という名前をつけて可愛がった。数年が経ち、たくましく成長した早太郎は寺の立派な番犬となっていた。そんなある日のこと、一人の僧が高禅寺を訪れて和尚に尋ねた。私は一実坊弁尊という旅の僧です。ゆえあって早太郎という人を探しております。ご存知ございませんか？和尚は、早太郎という人間はおらんが、その早太郎がどうなすったと聞き返した。すると弁尊は事の次第を語り始めた。遠州にある見附天神では、毎年山々が赤く染まる頃になると、ある祭礼が行われていた。どこからともなく飛んでくる白羽の矢が立った一軒の家は、その祭礼に嘆き悲しむこととなった。それが立ってしまった家は、娘を瞳悟空として差し出さなければならなかったのだ。それを怠ると、翌年には村に怪物が現れ、田畑を荒らし、村中飢餓に苦しむことになるのだという。村が生きていくためには、毎年一軒の家がかわいい娘を差し出さなければならなかった。去年のこと、弁尊は村に現れるという怪物の正体を見極めるために、祭礼に向かう村人たちを密かにつけた。白羽の矢が立った家の娘は、棺に入れられ、森の奥へ奥へと運ばれていく。そして、奥の院の祠の前に下ろされると、村人たちは境内の方へ走って帰っていった。弁尊は木陰からじっとその様子を見届け、棺をさらに見張っていた。夜の闇が深まり、静けさだけが耳を鳴らし始めた頃、突如として一陣の風が吹いたかと思うと、ガサガサっと草をかき分け、大きな影が現れた。その影は人とも獣ともつかぬ巨大な怪物だった。怪物は荒々しく生臭い呼吸をまき散らしながら踊り始め、不気味な声で奇妙な歌を歌い始めた。知らすなよ、信州信濃の高禅寺、早太郎に知らすなよ。怪物は踊り狂いながら棺の蓋を跳ねのけると、すでに失神している娘を引きずり出し、恐ろしく
不気味な歓喜のうめきを発した。そして娘をむさぼり食った。怪物は娘を食い尽くすと満足げに気勢を発し、森の奥へと姿を消した。ベンゾンはピクリとも動くことができなかった。凍りついた刃が体中を縛り付けているかのようであった。怪物が歌った不気味な歌は頭の中で響き続けていた。知らすなよ、信州信濃の高専寺、早太郎に知らすなよ。知らすなよ、信州信濃の高専寺、早太郎に知らすなよ。そうか、あの怪物が早太郎なる人物を恐れている。そしてその人物は信州信濃の高専寺にいる。ベンゾンはその早太郎を高専寺まで探しに来ていたのだ。高専寺の和尚は事の次第を聞き遂げるとベンゾンに言った。早太郎という人間はおらぬがな。ほれ、この犬が早太郎じゃ。と縁先に座り込んでいる山犬を顎で刺した。ベンゾンはじっとその山犬を見据え、和尚に頼んだ。どうかお願いです。村の娘を、村の人々を救うため、この早太郎を怪物退治に連れて行かせてください。和尚は村の人々の助けになればと了承した。ベンゾンは早太郎を遠州の見附天神に連れ帰った。そして今年も一軒の家に白羽の矢が立った。嘆き悲しむ両親にベンゾンは告げた。今年からは娘を瞳悟空に差し出す必要はありません。身代わりを入れます。両親はかすかな希望と不安の混じる震えた声で答えた。大丈夫でしょうか。そんなことをして怪物が田畑を荒らしに来てしまいます。ベンゾンは両親の目を見て、大丈夫、大丈夫、と答えた。祭礼の晩、棺には早太郎が納められた。早太郎はおとなしく棺に入り、泣き声一つ立てなかった。村人たちは去年と同じようにその棺を担ぎ、奥の院の祠の前に下ろした。ベンゾンも去年と同じように木陰からじっとその様子を見届け、棺を見張っていた。すると去年と同じようにあの怪物が現れた。荒々しい生臭い呼吸をまき散らしながら踊り狂い奇妙な歌を歌い、棺の蓋を跳ねのけた。その瞬間、早太郎は身を宙に踊らせて怪物に飛びかかった。鋭い牙で噛みつき、激しい戦いが繰り広げられたが、怪物は
強かった。早太郎は殴打され、鋭い爪は早太郎の体を引き裂いた。しかし隙をついて怪物の喉笛に食らいつくと、早太郎は離れなかった。やがて怪物は悲痛なうめき声を発すると、草むらに崩れ落ちた。早太郎はその首を食い切っていた。それは巨大なヒヒの首であった。ようやった早太郎。ベンゾンが木陰から早太郎に向かい飛び出したが、早太郎は身を躍らせ森の奥へ走り去ってしまった。数日後の朝、高禅寺の和尚が庭先を掃除していると、朝日に照らされ山門から帰ってくる愛犬の姿を見た。早太郎、早太郎ではないか。和尚が駆け寄ると、早太郎は全身血まみれであった。やったのか。やったのだな、早太郎。早太郎は返事をするように一声高く吠えると、和尚の腕の中にごろりと身を横たえた。早太郎はそのまま息絶えた。和尚が早太郎の偉業を知ったのは、それから間もなく、山の頂にまだ雪を残した春先、ベンゾンが高禅寺へ再び現れた時のことだった。すでに早太郎は高禅寺の墓地に埋葬されていた。一日坊ベンゾンは早太郎の霊を弔うために大般若経600巻を写経し、高禅寺に納めた。この早太郎は疾平太郎とも疾風太郎とも呼ばれ、高禅寺の早太郎、見附天神の疾平太郎ともども火や像が祀られ、現在もなお人々に愛され語り継がれている。